こんにちは、翔平です。黒電話のベルが鳴るだけで昔の日本の部屋が見えてくる気がします。今日の物語はその電話の向こう側にあった巨大な土台から始まります。第11話は NTT です。テーマは電話の国からデータの国へ。昔の電話会社ではなく、日本の通信と情報の土台を作り変えてきたグループとして見ていきます。NTT の物語は一人の創業者から始まるタイプではありません。もっと古く、明治の電信から続く日本の通信の歴史の上にあります。遠くの人へ早く情報を届けることは国の形を作る仕事でもありました。戦後の日本では電話をすぐにつながるものにするだけでも大きな課題でした。家庭、会社、役所、工場、声が届く範囲を広げることが復興する社会の欠陥を作ることだったのです。1952年、日本電信電話公社が発足します。今の NTT へつながる大きな電信です。当時の役割は利益だけを追う会社というより、全国の通信を整える公的なインフラでした。電話が家にあることは今では当たり前に見えます。でも昔は離れた家族や取引先とすぐ話せること自体が大きな変化でした。黒電話は暮らしの中に通信インフラが入ってきた象徴でした。通信は目に見える電話機だけでは成り立ちません。交換機、回線、電話局、研究開発、見えない場所で技術を積み重ねることが NTT の文化の底にあります。大きな転機は1985年です。日本電信電話公社は民営化され NTT が誕生しました。公社として通信を整える時代から企業として変化に向き合う時代へ入ります。同じ時期、通信事業への参入自由化も進みました。それまでの NTT は守るべき通信の土台という色が強い存在でした。ここからは選ばれる通信サービスを作る企業グループへ変わっていきます。固定電話の次に人々の手元へ通信を運んだのが携帯電話です。この時代を語る上で NTT ドコモは欠かせません。ただし今日の主役は NTT 本体であり、ドコモはグループの重要な一部として見ます。やがて通信の中心は声だけではなくなります。メール、ウェブ、動画、企業のデータ。電話線の上を流れていた世界はインターネットの大きな流れへ変わっていきました。大容量の通信を支えたものの一つが光回線です。家庭でも会社でもより多くのデータを早く運ぶことが求められました。NTT の物語は声をつなぐ会社からデータを運ぶ会社へ広がります。NTT グループの仕事は個人の通信だけではありません。企業のネットワーク、クラウド、業務を支える ICT。働く場所の裏側にも通信と情報システムの土台があります。社会の裏側を支える会社として NTT データも重要です。NTT データはシステム開発や IT サービスを担うグループの柱です。NTT 本体そのものと混ぜずにグループの広がりとして見ると理解しやすくなります。NTT グループは日本国内の通信だけに閉じていません。海外 IT サービスやグローバルソリューションも物語の後半では大きな要素になります。通信の会社は世界の IT インフラを支える会社へ広がっていきました。そして今存在感を増しているのがデータセンターです。AI もクラウドもどこかの箱の中で大量の計算をしています。通信の道だけでなく計算を置く場所も重要になっているのです。ここで翔平の小さな帳簿を開きます。NTT の売上収益は直近年度で14兆円を超える規模です。ただし本編では数字を詰め込みすぎず事業の形を先に見ていきます。詳しい数字は詳細欄に置いておきます。NTT グループを見るときはいくつかの柱に分けると整理できます。統合 ICT、地域通信、グローバルソリューション。一つの電話会社ではなく複数の土台を持つグループなのです。地域通信の土台を担うのが NTT 東日本と NTT 西日本です。東西の会社は
地域の通信インフラを支える重要な存在です。ここも NTT 本体と同一ではなく、グループの中の役割として見ます。NTT ドコモは、モバイル通信で人々の手元に近い場所になってきました。スマートフォンの時代、通信は生活や仕事の入り口になります。NTT グループにとって、ドコモは個人向け通信を考える上で大きな柱です。NTT を語るとき、研究開発も外せません。通信は今ある線を守るだけでは進みません。次のネットワークを作るために、長い時間で技術を磨く必要があります。その未来の言葉として、NTT は次世代インフラを重視しています。通信や計算資源を AI 時代に合わせて支えていこうとする考え方です。これは会社が目指している未来の方向として見るのが大切です。さらに NTT は AI 時代の通信と計算資源を支える文脈で ION を示しています。AI が増えるほどネットワーク、データセンター、電力効率が問われます。会社はその土台を支える方向へ進もうとしています。2026年5月、NTT は中期戦略の一部改定を公表しました。そこで重視されたのが AI データセンター、金融サービス、ION です。これは会社が次の成長領域として力を入れる方針を示したものです。NTT は2030年度に向けた利益指標の目標も説明しています。ただし、これは未来の約束ではなく、会社が目指している数字です。将来計画を見るときは、目標と実績を分けて考える必要があります。もちろん、土台が大きい会社にもリスクはあります。国内通信の競争、料金や規制、設備投資の負担、海外事業やデータセンター投資の収益性も見続けるべき点です。NTT には国のインフラ企業としての特殊性もあります。政府保有株や通信制度をめぐる議論は会社を見る上で無視できません。ただし本編では政治の細部よりインフラ企業としての重さに注目します。NTT を見るとき、短期の数字の動きだけで語ると本質を見失います。この会社は日本の通信の土台から IT とデータの土台へ広がってきた存在です。見るべきなのは、どの土台を持ち、どう作り変えているかです。海外の視聴者に一言で説明するなら、NTT は元国営通信インフラから始まった巨大グループです。今は固定電話だけでなく、モバイル、ICT、IT サービス、データセンターへ広がっています。日本の通信史そのものに近い会社です。昔の通信は電話線の森のように見えました。一本一本の線が家と家、会社と会社をつないでいた。今その森はデータが流れる大きな川へ姿を変えています。通信インフラは普段は意識されません。でも仕事をする、連絡を取る、情報を見る。その当たり前の裏側に NTT グループが作ってきた土台があります。この物語には強烈な創業者が一人で引っ張るドラマはありません。代わりにあるのは組織と技術が長い時間をかけて変わっていくドラマです。公的なインフラを民間企業として作り変えていく物語なのです。AI が広がるほど必要になるのは賢いソフトだけではありません。計算する場所、データを運ぶ道、電力を抑える技術。NTT はその新しい土台を支える会社を目指しています。今日の鍵一つ目。NTT は日本の通信の土台から始まった会社です。黒電話の時代から社会をつなぐ役割を背負ってきました。二つ目。NTT は固定電話だけの会社ではありません。モバイル、ICT、地域通信、海外 IT サービス、データセンターを持つ巨大グループです。三つ目。これからの焦点は AI 時代の情報インフラです。NTT はライオンやデータセンターを重視する方針を示していますが、実年度はこれから見ていく必要があります。NTT は古い電話会社という一言では収まりません。電話の国を作り、インターネットとデータの時代へ移り、今は AI 時代の土台を目指している。
時代ごとに社会をつなぐ形を作り変えてきた会社です。次回は KDDI へ進みます。NTT とは別の道から日本の通信を作ってきた会社です。同じ通信でも歩いてきた道が違うと見える景色も変わります。太い幹線から暮らしに近いもう一つの通信ルートへ視線を移します。日本株式会社物語はまだまだ続きます。数字の向こうには人と会社が選んだ道があります。案内役は翔平でした。次のショーでまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本株式会社物語もお楽しみください。